ます。こんにちは、ポテトで今日もデータぶつけてきてねとよろしくお願いいたします。今日はですね、ビリンコビッチサビッチに今回100本打ってみたやっていきたいなと思います。いやー、お待たせしましたということでですね、このミジンコみたいな名前してますけども、このミリンコビッチサビッチにですね、今回100本打ってきましたよというところでやっていきたいなと思います。まあ今この2メートル2センチのね、このゴールキーパーがね、もうポテンシャルというかもう期待しかないですからね。過去にね、アップデートとか全然入る前ですけど、パプシにね、今回研修やった時結構止めてくれたっていう印象もあったんで、やっぱ身長は正義だっていうね、ゴールキーパーに対してね、思いますから、そういった意味ではかなり期待していいんじゃないかなとは思っております。皆さんもどう思いますか？ちょっとね、予想しながら見ていただけたらなと思います。少しでもこの動画良かったなと、ポテト頑張ったなと思ったらですね、高評価、チャンネル登録してあげると嬉しいです。まずは検証方法からやっていきましょう。検証方法ですね。ゴールキックをカットして、それを根化していくような形にしていきます。いつもと同じような形になっていきます。ペナルティエリアの前のね、ペナルティアークのところから、打っていくような形になっていきます。パワーゲージは半分からだいたい 80% くらいまでの間で打ってきましたよという形になっていきます。キッカーはですね、いつかの配布メッシを使っていきます。絶好調になっています。ミリンコビッチサビッチの方は長射普通になっていますよという形です。そして枠外とかポストとかに上がったやつはノーカウントとさせていただきますから、よろしくお願いいたします。ミリンコビッチサビッチの方の能力はですね、だいたいこんな形で、93から95ぐらいになってるかなというところですかね。ある程度ガチスケ使えるような形で育ててきました。セカンドブースターつけていない状態なんですけども、これでもだいぶ強いっしょとは思います。特にね、93以上とか92以上ぐらいかなのところに関しては、正直あんま変わんないと思うんで、はい、100本打つ分には変わんないかなと思いますから、そういった意味ではどんな育成をしてる人にもね、参考になるんじゃないかなと思いますので、見ていただけたらなと思います。そして一応ね、裏数値見ておこうかなと思うんですけども、こんな感じでですね、シュマイケルが下なんですけど、こっちがミリンコビッチサビッチね。ジャンプの高さとか足のカバー範囲10センチぐらい違うんですね。で、腕のカバー範囲が6センチぐらい違うと。この裏数値っていうのがどこまで信じていいかも分かりませんが、どれぐらいこれがね影響していくのか、これも辺もね見ていただきたいなと思います。はい、さあということでどんどん見ていきましょう。皆さんにはねできるだけ、見せていきたいなと思います。あんま興味ない人はねもうどんどん飛ばしちゃってください。今回ね検証してる身からするとですね、どうだろうな、結構正直止めたなって印象はありましたね。なんかやっぱ長いなっていう思ったシーンは結構ありました。それ届くんだというかね、それキャッチするんだねみたいなところはちょっとあったかなと思いましたね。実際使ってる人いますかね？ちょっとぜひ感想も聞かせてほしいなと思います。この検証自体もね、これが全てというわけではなくて、ある一つのシチュエーションでの話にはなっていきますから、そういった意味でどうかなっていうところですかね。あとはね、セービングに関しては正直ね、めちゃめちゃ気になるとかあんまなかったですかね。強いて言うならですよ、たまたまかなとは思いますが、弾いたボールが若干前に行く時もあったなとは思いましたね。クリアリングは今回一応一番低いと言っても92なんで、たまたまかなって気もするんですけどね、若干、もうちょっと後ろに弾いてくれたらよかったなとかいうシーンはあったかなぐらいですかね。でもそれ以外は正直ねかなり止めてたし、キャッチも多かったなって印象はありましたかね。あとはやっぱりそもそも立ってて見えるところがでかいなっていう感じはしましたね。ヤンコネルの時もそうなんですけど、でけえなこいつっていう感覚はやっぱありましたね。シンプルにセンタリングカットとかセンタリングキャッチとかその辺でも効果を発揮しそうな感じはしますよね。これで攻撃的ゴールキーパーってところがまたね、その辺は関与してきそうな感じはしましたね。で、やっぱり最近のところで言うと攻撃的ゴールキーパーもね、割とポジショニングが守備的とね変わんなくなってきてる部分もあるので、そういった意味ではねこの辺りもね守備的と変わらないぐらいのセービングになっているんじゃないかなというのは以前の動画でも言ったかなと思うんですけど、この辺はね確信が改めてついたなって気はしましたね。はい、ということでいっぱい見ていただいたんじゃないかなと思います。全てではないですけど、ある程度見ていただいたんじゃないかなと思います。さあということで結果どうなったのか見ていきましょう。こうなりました。ドン。はい、ということで一番下がねミリンコビッチサビッチなんですけども、上2つは大型アップデートが入った後の検証した2つを持ってきましたよという形にしました。ちょっとその前はね若干能力ブレもあったんで、その辺はねちょっと置いとくとややこしいんで、今回のね環境になってからの2つを持ってきましたよという感じになってます。こう見るとどうですか？ほぼ変わんなくない？これは僕いいことだと思うんですけど、2メートル2センチあっても
そんな変わんねえじゃんといえばまあそれまでなんですけど、基本的には能力負けてますからね、シュマイケルとかからしたらね。負けてるのにほぼ同じ、まあむしろキャッチとかはねそれなりに勝ってたりとかするから、まあてかまあこの辺は誤差だろうね、多分この3人に関してはほぼ誤差なんじゃないかなと思うんで、まあっていう意味ではかなり止めたんじゃないかなと思います。3割止めてたらかなり止めてる方だと思うんで、まああとはちょっと見方によってはなんですけど、まあイーフト上のね、まあ、限界値みたいなところがまあこの辺りなのかもしれないですよね。だいたい6割入って、まあ4割ぐらい止めるみたいなのがまあこのシチュエーションに関しては限界値なのかなとも思いましたね。だから3人ともねもう限界までマックスまで達しているぐらいのね感覚だったらまあと考えたらまあいいのかなっていう気もしましたね。結構すごない？普通に僕はやっぱすごいなと思いました。まああくまでこれが全てではなくて、いつも言ってるんですけど100本やってるうちで傾向とかをね見ていく、キャッチが下手なのかとか、セービングの方が得意なのかとか、そういったところを見ていくためにやってますから、まあそういった意味ではノイアーとかシュマイケルとかとはほぼほぼね変わらないぐらいのレベルで、セービングキャッチングしてくれるんじゃないかなと思いますね。まあただ見方によってですね、逆に言えば環境を破壊するほどのめちゃめちゃ止めちゃうみたいな感じではないということも一つ要素としては覚えていただけたらなと思います。さああとはですね、数字だけで見ていってもやっぱもったいないですから、ちょっと比べていきたいなと思います。ちょうどいいのがね今回は少なかったんですけど一つあったんで見ていきたいなと思います。このシーンですね、同じ価格で見ていくんですけど、この後ろにいるこっちはシュマイケルですね。こっちのちょっとオレンジの背でっかい方がミリンコビッチ・サビッチとなっています。まあこの時点で身長差すごいなって感じはしているんですけど、ミリンコビッチ・サビッチ攻撃的ゴールキーパーなんでまあちょっと前に立ってますね。はい、その違いがまずありますよというところで見ていきたいんですけども、はい見てください。こっちミリンコビッチ・サビッチですよね。でこっちシュマイケルですね。ほぼほぼまあちょっとシュートのスピードとか高さ若干違うとはいえどうですね、手1個分くらいですかね。10センチ、まあ最大でボール1個分まではいかないけど、まあでもそれぐらいか、違うと言っていいのかなと思いますね。てかミリンコビッチ・サビッチでかすぎてなんかシュマイケル小さく子供っぽく見えるね。なんかでこの差はちょっと大きいかもしんないですね。まあちょっとここ最大値なんで、まあもうちょっとタイミングによってはまあもうちょっと短く見えるところもあるかな。まあこれぐらいとか5センチぐらいなのかなって思う部分もあるんで、まあボールが通過する場面とかで言うとまあそこまでかな、5センチとか、まあでもこれでもやっぱちょっと差は出てるのかなとは思いますね。はいというところですかね。という意味ではまあポテンシャルものすごいかもしんないよね、ミリンコビッチ・サビッチね。これはあくまでポテンシャルの話なんで、この分シュートをいっぱい止めますかって言われると、失点数そんな変わりますかと言われるとまあちょっと微妙なラインですけどね。はい、まあでも違いは明らかに見えてきたかなと思います。はいということで見えてきて、目でねもう見えてきたんで、今日は結論です。ミリンコビッチ・サビッチはシュマイケルのボール1個分ぐらい遠くまで手が届くポテンシャル持ってますとします。はいということでね、いろいろ見ていただきました。まあポテンシャルとしてはね、このミリンコビッチ・サビッチかなり手が長いし、期待できるんじゃないかなと思いました。いやこれは嬉しいですね。これ面白いね。まあただですね、まあ先ほども言った通りですね、ボール1個分まで遠くまで届くとはいえ、その分失点がめちゃめちゃ減るかと言われると、まあそんなことはないかなとは思いますので、まああくまでポテンシャルの話で、まあボールスピードとか結構速くなってたりとかね、決定力によってモーションも変わったりしますから、まあそういった意味ではいろんな要素が絡んでくるんでね、そのまんま視点数に反映されるかどうかっていうのはまた別の話ではありますが、ポテンシャルとしてはかなりね高いんじゃないかなと思います。まあこのでかさやっぱり身長は正義なのかなとは思っちゃいましたね。であとはまあゴロとかの対処に関してなんですけど、まあ正直今回の検証やってて思ったのは別に遅いとかないなと思いました。なんか倒れ込むのが遅いみたいな、全然気になんなかったなっていう、普通に止めてるのも結構あったんで、まあそう考えたらそんなにはね気にならなかったなとは思いましたね。100本の検証の結果を見ても言えることとしては、今までの桁違いに止めてくれるかって言われると、まあそうではないとは思います。まあゲーム的にもねその辺はね環境破壊まではいかないんじゃないかなと思いました。まあなので変な話、現状ねシュマイケルとかノイアーとか
クルトワとかね、もうトップレベルのゴールキーパー持ってたりとか、まあもしくは無課金とか美課金の人とかで言うと、もしかしたらシーマンとかかもしれないけど、まあこの辺のね、いわゆるトップクラスのゴールキーパーっていうのを持ってる人からするとですね、無理に追わなくてもいいのかなとは思いましたね。現状ではね、思いましたね。これ取っとかないとマジやばいよとは、今のところは言えないかな。まあもちろん多少ね、多く止めてくれるところ可能性は全然あるかなと思うんですけど、もうべらぼうに変わるかと言われるとちょっとそうではないかもしれないなとは思いましたね。まあ僕個人とかで言うとですね、これだったらまあノイヤー使っちゃうかなと思いましたね。ちょっとやっぱりノイヤーのパス精度とかあの辺には魅力がありますから、でその上でセービングがそんなに変わんない、まあもしかしたらミリンコビサビッチの方が止めるかもしんないけど、まあそんなに変わんない。ノイヤーもねあんだけね止めてくれるわけですから、そう考えたらまあノイヤー使っちゃうかなみたいなね。でサブにまあミリンコビサビッチ置く可能性はまあなくはないですけどね。まあ そしたら B 固定のゴールキーパーの方がいいかなとかね、いろいろ考えちゃったりもするんで、まあなんとも言えないですけど、はい。なのでまあその辺は皆さんどうですかね。この辺は参考にしてみていただいて、まあただミリンコビサビッチは間違いなく今のねトップレベルのゴールキーパーと言っていいので、それは間違いなく言っていいと思いますから、この辺はねぜひね、取った方はねもう自信を持って使っていただいても大丈夫かなと思います。まああとはねこれを見てね引くかどうか、迷ってる人もいるかなと思いますから、ぜひね参考にしてみてください。まあもちろんちょっとこの後ねもうちょっと至近距離だとか、いろんなパターンだったりね、あとねちょっと新環境になってからクルトワとかねまだやれてないので、そっちもねまたやってみてどうなるかなとかね、その辺も見てみたいなと思いますから、よろしくお願いいたします。まあ若干ちょっと時間かかっちゃうかもしれないけど、まあできるだけ頑張ります。ちょっとね木曜日までちょっと柔軟錬金かなんかしてるんでそこ超えたらちょっとできるだけねやりたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでこの動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方ですね、高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということで今日はねちょっともうごめんなさい、もう眠いんで寝たいなと思います。雑談はなしで終わりたいなと思いますので、ちょっとでも参考になったら高評価、チャンネル登録していただけると嬉しいです。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。